前施工した場所お庭紹介ということで、これバラって何本ぐらい植わってるんですか？もう50じゃ聞かないか、もうバラ園ですね。バラ好きの方には参考になると思いますので、ぜひちょっとご覧になって参考にしていただければと思います。おはようございます。金井玲一です。今回ガーデンリメイクで来たんですけども、今作業をやってるんですけども、ここのお宅が10年ぐらい前から部分的にずっとやってきたお庭で、前施工した場所をちょっとお庭紹介ということで、見ていただければと思います。ここの現場はですね、ちょっとバラが結構先生さんがお好きで、バラを主とした形の花壇で結構高低差があって、それに対してうまくその高低差を利用した形で土留めとかそういうのでできるだけ多くバラを植えたいというご考えがあったので、ちょっと高低差を利用した形の方法を皆様にお見せしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。最初のちょっと取っかかり、お客さんがご依頼あったのが、ちょっとここのアパートになっておるんですけども、この土台が建物の土台が結構高いんで、それをちょっと検証してくれということで、こういう雰囲気、昔やった、もう相当10年前です。あと各部屋のポスト、これも作ったんですね。でこの敷地の中のアパートのこういった演出とかもちょっとされたんですね。そうですね、表側のちょっと演出、当初は最初はこうでちょっと花壇、プランターで鉢とかいうような感じの模様をやりました。これも室外機もそうです。室外カバー、ここで前はプランターを置いたり、いろいろちょっとお花を時期によっては置いたりします。はい、アパートの壁面にしてあるのは、それ木材を貼ったと。2倍材の抜きを貼って、それであとこれジョリパッドとプラスこれは防犯砂利、軽いんでペタペタつきますから、もう10年何やっても全然こうやって取れないでついてますから。そういった防犯砂利をデザインで使った。そうですね、こういうデザインにした形のところです。はい、で今こういうちょっとこちらの方はつるバラ、そういうちょっとある程度バラを引き立たせるためにこのようなフェンス、こういうフェンスにしております。このお客さんに依存であって、ちょっと移設して、アプローチをレンガも前直線で引いてあったんですけども、こういう形で引き直ししました。でこちらの方も土留めを一応このブロックじゃなくて
こういう形でより広くバラが植えられるように、ちょっとしたここはじゃあ全部両端はバラが植わってる。そうですね、両端全部バラです。であとイチゴとか、地比類系は。じゃあこのフェンスというかパーゴラもバラのためにつけたような。そうです。もうこれはちょっとこのバラは昔からあって動かさないんで、このバラをもっと生かすという形において、こっち側の方にメーターとかなんか見える検診できる状態で、この高さで同じような感じ。バラはもともと植わってたんですか？このバラはですね、今こうやって新しいバラ去年植えて、今年いろいろとご主人が演出しております。じゃあそのアプローチの領域は新しく植えたってこと？そうですね。そのためにちょっとアプローチをこういうまた中庭の方に入っていけるような感じで。これは以前ちょっとあったんですけども、ここをちょっと整備して水の循環で水の系を一応ここに演出しております。モーターでこうモーターがそこに入ってくる。これどれぐらい前に作ったの？これは5年ぐらい前かな。これは以前からお客様が自分で作ったやつがあったので、こうやって石を貼り付けて化粧して、新たに水がたまるように。これもともとはどういった形になったんですか？もともとはもうこれあって浅いだけで、そんで池みたいな自分で作って水を溜めた形はあっただけどこういう動きがないというあれだったんで、それで一応このような。でこれも車間の桶を入れて、それで周りにレンガ積んだやつで、だけど盛らないっていう状態で作ったやつですね。ライオンの飾りはもともとあって、それに穴を開けた。もともとこのブロックを積んで、それもご主人が趣味的に積んでやられたすごい、感じですから、これもこちらにあったやつを、利用しただけであって、だからあとはこういうチョコグラムも、配置してあったのを置いてという感じです。これは電気でモーターが回ってる？そうです。電気でモーターが回って水中ポンプ。じゃあもうずっとこのままで循環し続けるってこと？そう水がある限りね。こっちがじゃあお庭の部分。
これもやっぱり5、6年前かな。国道のこういう地形なんで、そこをこういう形で土留めやって階段を作って、ひな壇式にバラが植えられるようにという形でこういうデザイン。じゃあここも今植わってるのほとんどバラってことですか？そうです、バラですよ。こっちのアプローチに、この前のもう高低差がある。この土留めはどういう仕組みになってるんですか？これはよく使うんですけども、ブロックで何やって大掛かりになるんで、一応単管刺しまして、それで鉄筋、それからラス網巻いてモルタルだけ、あとジョリパッドと手錠だけど全部一体化しちゃってんから、まあこういう荷重が乗るっつうとこはちょっと難しいですけど、土圧ぐらいだったら結構これで持ちますから、そうしますと結構自由な形で自由な高さ、土地に合った形でできますから、まあブロックで積んでいくよりは変化しやすいし面白い。でやっぱり狭い範囲のとこで置いてはそれに合わせることも結構可能だし、まあこれ、アクセントでちょっとレンガを針レンガを貼ったりしてアクセントをつけてます。あとお庭というより何かバラ園みたいなような感じそうですね。ですね、もうバラ園ですね。あ、ここも全部バラなんですね。ここもバラ、要はだからやはりお好きじゃないと手入れいろいろと大変だと思います。じゃあこれご自身でお手入れされてるってことなんですか？全部ご主人が奥様と2人。ここも全部あったもの、今までそう土留めしてあったやつを利用した形で抑えてますから、この平板のここで歩けるようにしました。そういう形で作業しやすいツールアプローチにしたりしてます。ですね。基本的には今まであった材料で、利用させていただいて、であとはこういう形のもので施工させてもらった時です。はい。これバラって何本ぐらい植わってるんですかね？それ何本50、もう50じゃ聞かないか。今ここだけじゃなくて駐車場の方もバラがありますから。最初はこちらの方のバラのアーチを作ってでこちらの方がベンチとのあれで目隠しイコールちょっと物入れとかそういうことができるようにフェンスを一応立てたりでここはもう今駐車場になってこういう本ですからこのデザインを向こうに持ってってじゃあこれも完全にもうバラを絡ませるためにってことですかね？もう相当10年以上経った状態でこちらの方もバラで
じゃあこちらも両脇がバラになってるんです両ね。脇がバラで駐車場という感じですね。そんな感じですね。まあちょっといろいろ奥様が手まり工房とか、まあこういう風の庭というネーミングを、ローズカフェって書いてありますね。まあお友達がじゃあまあそういったイメージでイメージで作った、ってことなんですね。はい。こういったバラが主体のお庭だとどういったデザインが有効というかありますか？まあ逆にお客様がどうやって演出したいか、もうでどこにどういうバラを剥がしたいとか、まあ、そういう意向がまず最初に、それで構成していきますから、まあ、あとは色合い的なバラが引き立つ、まあ、今回ほとんど白っていうかそういう色合いでやってますけども、一応こうやってやっぱりバラの勢いで剥がせる、高くして育てたり、スタンダードだけで終わらしたりとか、いろいろある種類で、それによってでやっぱり剥がすことによって一つの目隠しにもなりますし、なんかバラの動きが出る。本当じゃあ両脇にバラ全部咲いたらすごい綺麗そうですそうね。そうそう、だから、まあ、その時期の写真がね、選手さんが撮ってますから、結構匂いも、すごく色合い的な部分も非常にいいみたいです。それの時にさっきオープンガーデンみたいに人が自由にお友達を呼んだりということはなされてるみたいな。はい。最近結構やっぱりお庭でバラを育てたいっていう方が多いですけど、バラって手入れは大変なんですか？だから手入れがやっぱりお好きじゃないと、時間をやっぱり咲けば咲くほどいいバラが、やっぱり虫とかいろんな部分が大変みたいですね。はい。ハマっちゃうといろんな種類があるんで、色とか花の大きさとか、まあなんかそういうご主人のやっぱり趣味があるみたいで、それが咲かせるのが楽しみみたいなことは言ってました。また好きですからね。だからまあ我々のお客様のデザインセンス、それをプラスアルファしてどうやって作っていくかという形でやってますから、まあ、ここはほとんどご主人の構想的なものこうだっていうのが非常にそれで基づいてやってってましたから、はい。まあ最初ね、このお客さん自分でお好きにやってたんですけど、だんだん自分では大変になって、まあ、そこでお呼びかけがありまして、まあ、お話聞いたらいろいろバラの演出したい、構成にしたいという形になったので、まあ、それでこのような形になりました。はい。まあバラ好きの方、また別にまあ高低差のあるお庭とかそういう方には参考になると思いますので、ぜひちょっとご覧になって参考にしていただければと思います。今回はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。ではこっちのガーデンリメイクの方に戻りますから、はい。